ここが好きだよ日本人へようこそ。新型コロナウイルスが世界を席巻し、この先どうなるのだろうとみんなが不安におののいていた頃、一つの日本の劇場アニメが公開されました。日本だけでなく世界中の映画館が一時閉鎖に追い込まれる中で公開も危ぶまれましたが、コロナの波間に日本、そして世界で待ち望まれたかのように観客が訪れ、世界中で大ヒットを記録しました。それは鬼滅の刃。鬼にさらわれ、鬼に変貌させられた妹を助けようと奮闘する少年が主人公です。時代は大正。近代化が花開き、戦争の道への歩む間、まさしくコロナ禍の間、その時のよう、コロナとの戦いが鬼との戦いのようにも思えたのでしょうか。人々は登場する幾多のキャラクターに心を寄せながら映像に見入ったのです。日本に留学が決まっていながら、コロナ禍でいつ終わるともしれない足止めを強いられたフィンランドの一人の大学生が日本への思いを語ってくれました。僕はサムエル。ヘルシンキ大学で日本学を専攻する21歳の3年生だ。なぜ日本学を選んだのかって？そもそも僕が日本に関心を持ったのはフィンランドの独立と深い関係があるんだよ。1917年にロシアから独立したフィンランドは現在でも人口550万人の小国だ。独立するまでは東はロシア、西にスウェーデン、北はノルウェーに囲まれている。バルト三国の一員だけど、独立は最後にやっと実現したんだ。1917年といえばロシア革命だよね。これによってロシア帝国が崩壊したおかげでフィンランドはやっと独立を勝ち取ったんだ。そしてそのロシア帝国の弱体化に大きく貢献したのが日露戦争を戦った東方の島国日本であり、フィンランドの独立をいち早く承認してくれたのも日本だということはフィンランド人なら誰でも知っている。学校で必ず教えられるからね。でも日本人はフィンランドがどこにあるか知らない人が多いと聞いてちょっと悲しいけれど、でもこれは聞いたことがあるんじゃないか。世界幸福度ランキングでフィンランドはここ数年連続して第1位だってこと。僕たちはこのランキングはいつも楽しみにしているんだ。もちろん自分たちがまた1位になっているかどうかが気になるからね。でも同時にいつも不思議に思うことがある。1位は当然あの国日本だって思ってたんだ。でもランキングを見るといつもずっと下の50位よりまだ下だろう。なぜなんだい？君たち日本人に聞きたいよ。君たちはそんなに不幸なのかい？僕たちから見たら日本ってすごいぜ。まずは何といっても人口が1億人を超える大国で、しかも経済も大国だってことだ。フィンランドの人口なんて東京の半分だぜ。それに僕にとってはあの科学技術の力が一番目を引くんだ。秒単位で運行される新幹線、東京都を象徴する真っ赤な東京タワーが印象的だと思ってたら、知らない間にそれを超えるスカイツリーをいとも簡単に建設する。理科の先生が教えてくれたんだけど、飛行機やヘリコプター、テレビジョン技術なども
実は原案は日本が最も早く考案していたんだっていうよ。経済的な側面で結局アメリカに抜かれてしまったんだけどね。それに最先端の科学技術と数千年の歴史が同居している国だというところ。東京を離れて地方に行けば侍がいた江戸の風景がそのまま大事に維持されている。1000年以上も経っている木造の寺どころか、街中がそのまま1000年の時を刻んでいる京都。僕が大好きなロックアーティストデイビッド・ボーイは、目が覚めたらそこが京都の寺だったらとつぶやくぐらい京都が大好きだったんだ。若い女性が夜に出歩けて無事に家に帰れるっていう信じられない治安の良さ。自分の家より清潔かもしれない街東京。これが地球上に現に存在しているなんて何もかも信じられないよ。そして僕が第一に日本に進出することになったあの素晴らしいアニメやドラマを作る国。ドラえもん、仮面ライダー、ウルトラマン、隣のトトロ、千と千尋の神隠し。フィンランドでは日本のアニメやドラマがしょっちゅう放送されてたんだ。僕は知らず知らずのうちに日本が大好きになり、中学校でフィンランドの独立に日本が関わっていたと知ってからは、日本に留学するのが夢になり、ずっと日本のことを考えてきたんだ。フィンランドと日本は歴史的なつながりがあるんだけど、物理的な距離もあって経済的な関係があまり強くない。だから日本学を専門に学べるのはここヘルシンキ大学にしかないんだ。日本語を学べる講座もある。でも講師陣は十分とは言えないんだ。他外学の学生も学びに来るんだけど、その中には日本語会話ができる人がいる。彼らは交換留学で日本滞在の経験があるんだ。僕は彼らを捕まえては日本のことを聞き出した。先に言った日本の凄さっていう話は実は彼らから聞いた受け売りさ。でもアニメやドラマや映画の知識は僕にかなうやつはいなかったな。大学で僕がゆくゆくの研究テーマにしようとしているのが日本アニメと日本の伝統文化なんだ。僕に言わせれば日本アニメは物語も魅力的だけど、キャラクターがとにかくすごい。それは日本の伝統的な畏敬、妖怪たちが源流にあると僕は見てるんだ。ヨーロッパにも畏敬伝説はたくさんあるよ。でもそれは一様に人間をはるかに上回る超自然のもので、人間を襲うモンスターっていうイメージが強いね。吸血鬼ドラキュラのような魔物、魔獣だね。実際子供を寝かしつけるための脅しに使われたりするんだ。日本の明治時代に日本に帰化したイギリス人ラフカディオ・ハーン、日本名小泉八雲のことはフィンランドでも知られているよ。彼は日本の妖怪伝説に見入ってしまい、その研究にかまけているうちにイギリスに帰れなくなったっていう面白い人だね。彼の書いた物語に出てくる日本の妖怪は怖くて魅力的だ。江戸時代、光のない真っ暗な日本の夜をイメージさせてくれる。でも何か怖すぎるんだよ。その怖さは何か日本的じゃない気もするんだ。ムジナにしても耳なし芳一にしても、僕が大学の日本学をやる中で日本の妖怪を研究しているんだけど、どれもなんかコミカルさを持っているね。例えば桃太郎に出てくる赤鬼、悪人として描かれるんだけど、豆まきの豆に弱いなんて笑っちゃうよ。それにカッパ、
頭の皿に溜まってる水が生命線なんだろ。それが乾くと死んじゃうってさ、弱すぎ。ここまで考えた時に思い出すのがアンパンマンだ。フィンランドでも子供たちはみんな知ってるよ。親は安心して子供に見せられるって言うし、両親とも働いている家が当たり前だから、ベビーシッターを使うのが一般的だけれど、ベビーシッターでさえ子供にこれを見せておけば仕事が楽になるから、すごく重宝してるんだよ。アンパンマンの主人公はもちろん正義のアンパンマンなんだけど、彼より周りのキャラクターがすごく魅力的だよね。食パンマン、ホラーマン、大根役者、ドキンちゃん、メロンパンナ、そして何よりも毎回必ず登場するアンパンマンの敵役、バイキンマンだよ。彼最高。彼なくしてアンパンマンは成立しないよ。正義の主人公のアンパンマンには申し訳ないけど、それ以上に楽しすぎ。バイキンマンを見るとよくわかるけど、日本アニメのキャラクターは悪キャラでも本当の悪人じゃないよね。それに正義のヒーローでも必ず弱点を持ってる。古いところだとウルトラマンなんてなぜか3分しか地球上にいられないなんて弱すぎ。でもこの幅の広さが日本アニメのキャラクター性の特徴だと思うんだ。ここに日本アニメが世界に受け入れられている最大の要因があると見てるんだ。西洋じゃ悪と正義には明確な一線がある。そのコントラストで物語が進むのが普通。日本アニメではそこが曖昧だね。でもそれがキャラクターに生きた人間性が宿って、リアリティとともに深みのある物語になっているんじゃないかとね。アメリカ・ハリウッド映画のヒーローはとにかく超人的なんだ。アメリカ文化の特性が出てるね。大きく強くないとヒーローじゃない。でも強い主人公が正義を行うなんて、日本アニメを見慣れた僕からすると子供だましって感じがして飽き飽きしてるんだ。でもただ一つアメリカらしくないテレビドラマがある。それは刑事コロンボ。ヨボヨボのコートを着ていかにも風采の上がらない刑事がお金持ちの犯罪者を追い詰めるんだ。弱いやつが強いやつをとっちめる。弱いやつがヒーローをやる。これは従来のアメリカにはなかったね。日本好きな僕に言わせると、作者はきっと何か日本の物語を参考にしたんじゃないかとさえ思えるよ。ただしその日本でも放映するときはずいぶん迷ったそうだね。こんな不格好な主人公のドラマが受け入れられるはずはないとね。でも結局日本でも大ヒットしたそうじゃないか。昭和天皇までテレビにかじりついたっていうのはフィンランドでも有名だぜ。コロナ禍でもしっかりとオリンピックを開催した日本はやっぱりさすがだよ。そんな力のある日本、どこにもないファンタジーな世界にみんなを連れて行ってくれるアニメ物語を作る日本。コロナ禍が収束したら僕の日本留学計画を具体的に進めるつもりなんだ。コロナで自宅で悶々としていた時に僕の頭にあったのは常に日本だった。コロナストレスを癒してくれたのはいつも日本だった。コロナのおかげでむしろ行かないって理由は一つもなくなったぜ。日本アニメに心酔する世界の若者は増え続けています。コロナはさまざまな災いをもたらしましたが、在宅時間急増で日本アニメの魅力にはまる人たちを増やすことには貢献したようです。サムエルが指摘した日本アニメの源泉である
妖怪たち。それは日本の親しみやすい自然が生み出したもう一つの仲間たちと言えるのかもしれません。生きていれば苦しいことも起きるこの世で、ふと違う世界で存在している仲間たちとの交流が、こことは違うどこかに連れて行ってくれる。日本のアニメの癒し度の強さはそこにあるのでしょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。